裁判に勝ったぞ。10返して。捨てたよ。まだ終わらない熊猟師騒動。2018年、池上さんは市から依頼を受けて熊を駆除しました。ところが、周囲に民家があったことなどを理由に、銃の所持許可を取り消されました。池上さんは処分の撤回を求めて訴訟します。先日、その訴えが最高裁で認められました。実に7年越しの勝利です。完全決着です。ありがとうございます。と、ここまでは良かったのですが、検察から取り上げられた銃についての連絡が入りました。適正に廃棄した。廃棄した。これに対し、池上さんはこうコメントしています。おかしいわけがわからない。ごもっとも、国家賠償請求もできそうですが、レアケースすぎて、請求額の見解は割れています。皆さんはいくらくらいが妥当だと思いますか？通常の国家賠償請求国賠は、警察の誤認逮捕や医療過誤などが主ですが、裁判で勝訴したのに、その間に証拠品を捨てられていたというケースは、司法制度の根幹を揺るがす失態と言えます。国家賠償を請求する場合の相場と根拠について、整理しました。1、損害賠償の根拠何を理由に訴えるか。今回のケースでは、主に以下の3つの損害が根拠になると考えられます。財産的損害物件の侵害、ライフル銃そのものの時価相当額です。特にライフルは、放火数十万数百万円であり、スコープなどの付属品を含めた実損額が算出されます。精神的苦痛に対する慰謝料、7年間も戦って勝ったのに、愛着のある道具を勝手に捨てられたという精神的ショックに対する賠償です。手続き的正義の侵害、これが最も重要です。裁判を受ける権利憲法32条に関連し、係争中に証拠を破棄した検察の著しい不誠実さや職務上の義務違反を問うものです。2、相場の考え方過去の類似例から推測、証拠品を紛失したり、誤廃棄したりした過去の判例から見ると、金額は以下のようになる傾向があります。銃の本体数十万円、購入価格ではなく、原価償却後の価値とされることが多い。慰謝料は数十万円程度。単なる紛失なら少額ですが、今回は裁判中という悪質性が加味されます。弁護士費用任用額の 10% 程度、国賠で勝訴した場合、国に一部負担させることが可能です。参考になる過去の事例。過去には警察が証拠品の衣類や貴重品を誤って廃棄したケースで数万20万円程度の慰謝料が認められた例があります。しかし、今回はライフル銃という特別な許可が必要な資産であり、かつ最高裁まで争った事件の核心部分であるため、これまでの単純な紛失事案よりも高額100万円単位になる可能性を秘めています。3、国家賠償法第1条の壁。国家賠償を認めるには、公務員に故意または過失があったことが必要です。検察の主張保存期間が過ぎたので、事務的に処理した。故意ではない。ハンター側の主張裁判が続いていることは分かっていたはず。確認を怠ったのは重大な過失あるいは隠蔽のための故意だ。この確認を怠ったことの違法性を裁判所がどう判断するかが焦点になります。今回の特殊事情増額要因、通常の紛失と違うのは、知事が苦言を呈し、公安委員会が謝罪した直後に発覚した点です。行政公安知事が歩み寄りを見せたのに、司法の方である検察が捨てましたというのは、国としての対応がバラバラであることを露呈しています。このあまりに盛りつかな管理体制は、慰謝料を算定する上で、プラス増額に働く要素になり得ます。池上さんの弁護士が経緯確認を急ぐとしているのは、単なるミスなのか、あるいは返したくない意図があったのかという悪質性の度合いによって、請求額や勝算が大きく変わるからだと思われます。まさに前代未聞の事態ですので、今後の推移が放送回でも注目されるはずです。論点を整理します。1、代理謝罪や知事の苦言は増額の武器になるか？さらに、今回のケースでは慰謝料を上積みできる大きなポイントが2つあります。一つ目は、最高裁で勝訴した後の代理謝罪です。池上さんが望んだ公安委員会による直接の謝罪を拒み、事務方に代行させたことは、反省の欠如や被害感情を逆なでしたと主張する強力な武器になります。二つ目は、鈴木知事による異例の苦言です。組織のトップが公に不適切な誠実に対応すべきだと発言した事実は、客観的に見ても、行政側の対応に非があったことを示す、これ以上ない裏付けとなります。この謝罪を軽んじた姿勢と証拠を勝手に捨てたことをセットで訴えることで、相場を超える慰謝料を狙う論理構成が十分に可能です。これらは慰謝料、つまり精神的苦痛への賠償を上積みするための強力な証拠になるのです。通常、慰謝料にはある程度の相場がありますが、加害者側の著しく不誠実な態度は金額を増やす理由として認められる傾向があります。最高裁で勝訴したにもかかわらず、本人が望んだ公安委員会による直接の謝罪を拒み、事務方に代行させたことは、反省の欠如や被害感情を逆なでしたと主張できるポイントです。また、組織のトップである知事が不適切な誠実に対応すべきだと公に発言した事実は、客観的に見ても、行政側の対応に非があったことを示す大きな裏付けとなります。謝罪を軽んじたことと証拠を勝手に捨てたことをセットで訴えることで、国民の権利を軽視する組織風土があったとして、攻撃材料にすることが可能です。2、組織が別でもまとめて請求できる？はい、これらは共同被告として一括して提訴するのが一般的です。今回のケースでは、不当な処分をした北海道公安委員会と証拠品を廃棄した国検察という異なる主体が関わっています。
このように複数の公務員が関与して損害を与えた場合、国や自治体は連帯して賠償責任を負う仕組みがあります。別々に訴えると、お互いに責任はあっちにあると、たらい回しにされるリスクがありますが、まとめて訴えることで、裁判所という公の場で組織間の連携ミスや責任の所在をはっきりさせることが可能になります。3、税理士の支店賠償金の税金。ここが非常に重要なポイントですが、賠償金にかかる税金は、その名目によって決まります。まず、心身に加えられた損害に対する、慰謝料やライフル銃などの物品の損害を穴埋めするお金には原則として税金はかかりません。これらは利益ではなく、マイナスをゼロに戻すためのものだからです。一方で、支払いが遅れたことによる利息のような性質を持つ遅延損害金や本来得られたはずの利益を補填する逸失利益などは所得として課税対象になる場合があります。税理士のアドバイス。もし国家賠償金として一括で受け取るのであれば、その内訳を慰謝料と物品損害に寄せておくことが節税の鍵です。判決文や和解の書類で精神的苦痛に対する慰謝料という文言が明確であれば、たとえ高額な賠償金であっても、税金がかからない手取り 100% の状態で受け取れる可能性が高まります。皆さんも銃を取り上げられた時は忘れずにこの文言を書きましょう。税は誰が負担？ここで気になるのが、その賠償金は誰が払うのかという点です。今回のケースでは、訴える相手が国と北海道の2つになるため、負担もそれぞれに発生します。まず、証拠品である銃を廃棄した検察庁は国の機関ですので、その賠償金は国の予算国民が納めた税金から支払われます。次に、不当な所持許可取り消し処分を行った公安委員会は北海道の組織ですので、こちらの賠償金は北海道の予算道民が納めた税金から支払われることになります。本来、地域の安全を守るために尽力したハンターに対し、行政側が適切な手続きをしていれば支払う必要のなかったお金です。公務員によるミスの積み重ねや不誠実な対応によって生じた損害を最終的に国民や道民の税金で穴埋めするという構図。この事態を招いた組織の責任は非常に重いと言わざるを得ません。4、国家賠償請求額の構成イメージ。もし私がこの事案で請求額を組み立てるなら、次の4つを柱にします。一つ目は、ライフル銃の再調達価格。時価ではなく、今同じものを手に入れるために必要な費用です。二つ目は、7年間の法廷闘争にかかった実費や、銃を再取得するための講習費用。三つ目は、7年間、不当にハンターとしての職能を奪われたことへのベースとなる保証。そして四つ目が、裁判中の証拠廃棄、及び勝訴後の不誠実な謝罪対応による慰謝料の上積みです。池上さんがおっしゃるわけがわからないという状況は、法的には行政による正当な期待の裏切りと言えます。知事の苦言などをてこに、相場を大きく超える請求を立てる論理構成は十分に可能だと考えられます。いかがでしたか？この情報が役に立ったら、いいねとチャンネル登録お願いいたします。